こんにちは。ずんだもんなのだ。今日は今ヨーロッパの中でも国際ニュースの中心にいるポーランドを一緒に見ていくのだ。ポーランドといえばバルト海から山岳地帯まで広がる自然と美しい中世の街並み、そしてショパンをはじめとした芸術の国としても有名なのだ。歴史的に東西の狭間に位置してきたからこそ、安全保障やエネルギー、そして周辺国との関係がとても重要なテーマになっているのだ。今回はそんなポーランドに関するニュースを全部で3つピックアップして紹介するのだ。中でも一押しはゼレンスキー、ポーランドのナブロツキ氏との初会談を非常に前向きと評価というニュースなのだ。2025年12月19日、ウクライナのゼレンスキー大統領がワルシャワを訪れて、8月に就任したポーランドのナブロツキ大統領と初めての会談を行ったのだ。2人はロシアという共通の脅威に対抗するため、安全保障の協力で団結していると強調して、この会談はモスクワにとって悪いニュースだとまで言い切ったのだ。ロシアの侵攻後、ポーランドは軍事や人道面でウクライナを支える重要な国の一つになってきたのだ。でも同時に自分たちの支援が十分に評価されていないという不満も率直に伝えたのだ。さらに両国はポーランドをガス供給の拠点とする経済協力、ウクライナによるドローン防衛技術の提供、そして第二次世界大戦期に約10万人のポーランド人が虐殺された問題の犠牲者の発掘を再び進めることについても話し合ったのだ。こうした取り組みを通して両国の関係を新しい段階に進めていくと強調しているのだ。それではこの一押しニュースを入り口に今のポーランドをめぐる動きについて順番に見ていくのだ。ポーランドは中央ヨーロッパにあり、首都はワルシャワなのだ。長い歴史の中で分割や独立、共産体制から1989年の連帯による民主化を経て議会制共和国になったのだ。人口は約3800万人で製造業や IT、農業が盛んなのだ。ショパンや民族文化、クラクフなど歴史都市の魅力があるのだ。近年はウクライナ情勢やエネルギー転換が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。ゼレンスキー、ポーランドのナブロツキ氏との初会談を非常に前向きと評価という記事なのだ。2025年12月19日、ウクライナのゼレンスキー大統領がワルシャワを訪れ、8月就任のポーランドのナブロツキ大統領と初会談を行ったのだ。両首脳はロシアという共通の脅威に対抗する安全保障協力で団結していると強調し、この会談はモスクワにとって悪いニュースだと述べたのだ。ポーランドは侵攻後、軍事、人道支援で有力支援国だったが、支援が十分評価されていないとの不満も率直に伝えたのだ。両国はポーランドをガス供給拠点とする経済協力やウクライナによるドローン防衛技術の提供、さらに第二次大戦期に約10万人のポーランド人が虐殺された問題の犠牲者の発掘再開についても協議し、新たな関係の段階を開くと強調したのだ。2つ目のニュースなのだ。ブリュッセルのポーランド領事館、反移民の国境壁を批判する落書きで汚されたという記事なのだ。2025年12月、ベルギーのブリュッセルにあるポーランド総領事館が赤いペンキや犬の糞、キラーエス、ファック・ザ・ウォールなどの落書きで荒らされたのだ。これはポーランドがベラルーシ国境に建設した反移民の壁やEU の国境機関フロンテックスへの抗議と見られているのだ。監視カメラにはマスク姿の3、4人と撮影役1人が映っていたのだ。ポーランド外相シコルスキ氏は壁が嫌われているということは移民政策が効果的ということだと述べ、外務省は事件を当局に通報し捜査中なのだ。一部職員はロシアによる撹乱工作の可能性も指摘しているのだ。背景には2021年以降ベラルーシが中東などからの移民を EU 国境へ誘導し、
少なくとも89人が死亡する危機が続いていることがあるのだ。3つ目のニュースなのだ。裁判所、政府による権利侵害を理由にポーランド野党政治家への欧州逮捕状を取り消すという記事なのだ。ポーランドの野党政治家で元副法相のマルチン・ロマノフスキが汚職など11件の容疑で追及されていたのだ。彼は逮捕状が出る前に同盟国ハンガリーへ逃れ、2024年12月に政治亡命を認められたのだ。ワルシャワ地裁は彼の身柄引き渡しを求める欧州逮捕状を出していたが、同じ裁判所のルボフスキ判事がこれを取り消したのだ。判事はトースク政権の閣僚らが公に有罪視する発言を繰り返し、無罪推定や司法の独立を侵害しているとして、暗号独裁制の疑いまで示したのだ。政府側のジュレク法相は決定を驚くべきと非難し、再度の逮捕状請求と判事の忌避を表明したのだ。これによりロマノフスキは宣言域内を自由に移動できるが、パスポート無効で域外には出られないのだ。ズンダモン、ポーランドの安全協力強化と移民、法問題の課題に注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。